近年、日本を訪れる外国人旅行者が急増し、2019年は3188万人を超えましたが、日本語を学習している外国人の数も年々増え続けており、国際交流基金が発表した2012年のデータによると、およそ400万人で、ここ30年ほどで30倍になっているようです。日本語は、主語、修飾語、述語の語順で構成されており、名詞の格を示すためには、助詞を後ろに付け加えます。つまり、膠着させることから、形態の点では膠着語に分類されているのです。現在世界中で学ばれている英語とは、文法面や語順で大きな違いがあり、そのため、英語圏の人からすれば、日本語は最も難しい言語の一つとされ、逆に日本人からすれば、英語は非常に難易度の高い言語となります。その日本語には、他の言語に翻訳することが難しいとされている言葉があり、それをまとめている記事がありましたのでご紹介します。日本語の中には、他の言語に翻訳しにくいものの、相手と会話する際には、役に立つものがいくつかあります。この記事では、そんな言葉について考えてみました。いただきます。いただきますは、食事に関連する言葉で、食べる前に言う挨拶です。食べ物、料理をしてくれた人などに向け、食事ができることに対する感謝を表していて、お祈りに近い気持ちが含まれます。ごちそうさま。いただきますと並んで、ごちそうさまも、食事に関連する言葉です。ごちそうさまには、食事をありがとうといった意味が込められており、食事を終えるときに使います。よろしく。よろしくは、手紙で使われる敬具の意味もありますが、何かを依頼するといった意味合いがあり、日本人以外で挨拶のように使うことは少ないでしょう。お疲れ様。お疲れ様は、直訳すると、今日はこれで十分、お疲れのようですねと、他人にかける言葉であるものの、実際には、頑張ってくれてありがとう、今日は頑張りましたねといった、相手の苦労をいたわる意味です。癖になる。癖になるは、習慣になるという意味ですが、実際には、何かをやめられなくなるといった意味も含んでいます。口寂しい。口寂しいは、直訳すると、口が孤独となりますが、特に空腹ではないけれど、何か食べたい時に使う言葉です。わびさび。さびは、見た目の美しさについての言葉です。この世のものは、経年変化によって、錆びれたり、汚れたり、欠けたりします。一般的には劣化とみなされますが、逆にその変化が織りなす多様で独特な美しさを錆と言います。詫びは、錆びれや汚れを受け入れようとするポジティブな心についての言葉です。つまり、錆の美しさを見出す心を表しています。わびさびは、わびしさと寂しさを表す日本語により関連的で美的な意味合いを加えた概念です。懐かしい。懐かしいは、思い出のある場所を訪れた時や、今はないものについて話す時に使う言葉です。木漏れ日。木漏れ日は、小説などでよく使われている、木の葉の間から漏れて差す、日の光のことを意味しています。もったいない。もったいないという言葉は、物の本来あるべき姿がなくなるのを惜しみ、嘆く気持ちを表していて、本来は神聖なものについて扱いが不当である、恐れ多いという意味です。イギリスの BBC も日本語にしか存在しない表現について話題にしています。音楽の歌詞や
恋愛漫画やドラマなど、様々な場面で登場する恋の予感というフレーズ。日常で使うと、やや大げさな気もしますが、きっと私は、この人に恋をするだろうという、運命的なものを、自分以外の相手に感じた時に使う表現です。この、恋の予感は、翻訳をすることが不可能な言葉として、海外で、たびたび話題になっています。日本語は、状況によって意味が異なる時もあって、わかりづらいですが、日本の文化を理解するために、他の言語にはない日本語独特の言い回しを学ぶことは、本当に素晴らしいことです。関連投稿には、驚きや共感の声など、様々な意見が寄せられています。それでは、その一部をご紹介します。面白い。こういう英語には訳せない言葉をもっと知りたい。これまで何度も思ってきたことだけど、やっぱり日本語は面白い。かれこれ2年近く独学で日本語を勉強してるけど、実に興味深い言語だと言わざるを得ないね。英語では一目惚れでよくない。それだとすでに恋に落ちてるから。恋の予感はこれからその人と時を過ごせばきっと好きになるだろうという感覚。友人ならこいつとは馬が合いそうだ的な。一目惚れより不確かなものなんだよ。一目惚れは誰かの容姿に一瞬で魅了される、より刹那的で浅いものであるのに対して、恋の予感はいい第一印象を受けた後で、自分の中でその思いが成長していくだろうという、そういうことが分かってる状態なんだよ。確かにかなり似てるかもしれないけど、日本語にはもっと深い意味合いがある。こういう感覚、理解できる。不幸になると分かってても、気持ちを抑えられない時は最悪。でも、自分の気持ちを満足させるには、行動に移すしかないんだけどね。愛を素晴らしくうまく表現した言葉だと思った。私と夫は13歳の時に初めて会ったんだけど、夫曰く、その時に恋の予感がしたんだって。私は全くだったけど。最後まで見ていただき、本当にありがとうございます。不思議な日本語に興味があると思う人は高評価ボタンを押してください。また、今回の話題について思っていることがあれば気軽にコメントしてください。面白い話題をまた探してお伝えしますので、チャンネル登録も忘れないでくださいね。